今日なんですけれども、久しぶりにスローイングナイフで遊んでみようかなと思います。このナイフなんですけれども、無名流の鈴木宝山先生が設計をしたナイフ、それを私の友人が復刻したものです。復刻というか、残っている寸法をもとに作ったもの。ただ少しちょっとトラブルなどがありまして、ちゃんと完成まではいっていない未完成品です。このままだと、本来であれば寸法にプラスして何より大事なのがやっぱりバランスなんです。そのバランスが全く取れていない、手裏剣型のナイフというか、手裏剣の技法を使えるナイフということで設計されていますので、ハーフスピンこそ最高とかではなくて、ハーフスピンも直打法直打法も同じように使えるナイフなんです。なので当然ですが、長い距離のノースピンだって打てる。ただそのバランスの調整がちょっと難しくて、無理やり調整をしてるっていうのもあるんですけれども、ちょっと今回改めて少しこの後ろの作り方を変えてみたので、これでちょっと今日は遊んでみたいなと思います。ターゲットが畳、しかもこれ裏面の少し硬いところなので刺さるかな、ちょっとわからないんですけれども、ちょっと近い距離で、ノースピンで打ちます。大丈夫ですね。やっぱり本当にね、ちゃんと調整さえすればすごく使いやすいものなんですけど、もう一度ノースピン。2件ぐらい、3メートル、3.6メートルといったところでしょうか。今日ナイフを持ってきた理由なんですけれども、前回重心の話をした時に、手裏剣の場合重心が、この今私が指で押さえてるあたりだとして、この重心に指を添えることはなく、重心よりも深い位置、ここに指を添えることが多い。この重心がここだとして、重心よりも深い位置に指を添える。そして手が滑っていく、滑走することが多い。でもナイフの場合、重心よりも浅いところを持つことが多いんですよね。手裏剣ってこうは持たない。もしかしたらね、こう箸投げとかでこういうふうに持つ、中国とかだとこう持つっていう話も聞いたことあるんですけれども、手裏剣の場合は重心よりも先を持つ、重心を手のひら側に引き込んでいるわけです。これに対してベーシックなナイフの場合、ここが重心なんですけど、この辺持つんですよね。重心よりも少し手前側を持つ。でナイフの場合は回転打法がメインではあるんですけれども、今の持ち方で、ノースピン、直打法直打法と同じ打ち方、それも当然できます。ちなみにこれナイフ型だけど刃はついてませんので切れません。一応私このナイフ持つ、これ海外で作って輸入したんですけど、申請書類書きました。で一応申請が通って持つことを許可した上で輸入してます。結構ね大変でした。2ヶ月ぐらいかかったかな。
4分の1だけ倒すノースピンで打つことができる。重心よりも下というか手前側を持つ重心がここにあります。それに対して回転打法、ナイフをスピンさせるのではなくて、でこのナイフの場合だと手裏剣と同じ技法が使えるので、例えばこの場合重心ってここなんです。で重心に指を添えてもいいんですけど、重心より深く持ってもいい。ナイフってこういう持ち方しないんですよね、先ほどのスローイングナイフの場合は。このナイフの場合深く持っても同じように打てる。この場合だと手裏剣と同じ技法として、例えば発想も使えるし、あとはナイフのこの背の部分ではなくて、この平べったいところ、ここに指を乗せてもおそらく使えます。もう少し遠い距離からでも打てます。ちなみに重心を考えるとハーフスピンでも使えます。ナイフの場合はハーフスピンがメジャーなので、その技術云々じゃなくて楽しく刺さる、そういう意味では非常にね、このハーフスピンもやりやすい。ただしハーフスピンだけではなくて直打、ノースピン、しかも手裏剣と同じ打ち方でも打てるし、いわゆる普通のナイフのようにクラシックなノースピン、これでも打てる。そういう意味ではすごく面白いナイフです。久しぶりなんでこのアロータイプでハーフスピンやってみましょう。ハーフスピン、ナイフ投げの私の友人のアダム・セラウィンさんがよくやっているミリタリーハーフスピン、親指を添えてこの親指でコントロールをする。3剣5メートルぐらいですけれども、この距離から打ってみます。4剣 7.2 メートルノースピンです。というわけで今日は久しぶりにスローイングナイフで遊んでみました。やっぱりね、直打法、直打法、ノースピンで非常に打ちやすいナイフです。こういうね、大型のもので遊ぶと手の内が少し良くなる気はします。もちろんね、重いなりに肩とか肘には負担がかかってしまうので、何でもかんでも大きくすればいいというわけではないんですけれども、こういった大きく重いものでこの抜けていく感覚、これを養うと、大きく重いものって素早い動作では打てないので、ある程度大きくゆっくりした動作で物を投げることができる。そうするとこの動作の確認にもなるんですよね。大きく重いものだからこそできる体の動きがある。もちろんね、これを小さく軽いもののように扱えることが理想なんですけれども、一度大きなもので
体の動きのスケールを大きくすることで気づくこともあるし、新たな発見もある。そういう意味ですごく面白いものだと思います。ただ大型の手裏剣にしろ、こういうナイフにしろ、周りは気をつけてください。やっぱり跳ね返るとこういう重いものが跳ねてくると、手裏剣が跳ねる時よりも危険です。なのでこういったものを投げる時には、まず必ず周りはいつも以上に気をつけて練習をするようにしてみてください。あとこれはスローイングナイフです。ナイフといっても刃は全くついてません。見えますか？ただ平べったいだけなので当然切れません。先だけ尖ってるんです。これも一見刃がついているように見えますが、全く切れない。これ真似していきなり本物のナイフとか包丁を投げるのは本当に気をつけてください。特に包丁投げとかはね、やってる流派もありますが、それは熟練した人がやることであって、そういった人の監視のもとやるんであればいいんですけれども、興味本位でいきなりこれに行く前に、まずは例えば箸であったりとか竹箸、そういう安全なもので練習、竹箸とかあと金属製の箸とかありますので、そういった安全なものでまずは練習をして、ある程度ものが刺さるようになって、そして安全な場所を確保した上でこういったことはやってください。安全にさえね配慮すれば、ものすごくこういうものはいい練習になりますし、なので何度も言いますが、周りの安全にだけは配慮をして、安全なものを用意して、それで練習をしてください。それでも万が一はやっぱりありますので、なるべくその可能性を排除して練習を行うようにしてください。そして楽しんでください。こんな形でいろいろと遊んでいますので、もし何か興味のあるようなことがありましたら、気軽にコメント欄に書き込んでみてください。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ、高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では、今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。